シロッコが残した遺産。AGX11 オーベロン。 AGX11 オーベロンは漫画機動戦士ガンダムバルプルギスに登場する主役機体です。本作の主人公マシロオークスが登場し、機動戦士ガンダムダブルゼータで描かれた第一次ネオジオン構想が終結した後の世界でエウーゴとネオジオンの戦いに巻き込まれていくことになりました。今回はそんなオーベロンについて解説させていただきます。なお、本動画は現在連載中の漫画機動戦士ガンダムバルプルギスの重要なネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。宇宙世紀にはモビルスーツを稼働させるためには欠かせないヘリウム3が存在します。そしてそれを採取するべく木星船団と呼ばれる後者の機関ジュピトリスは木星圏という約5億 km の距離を4年の歳月をかけて往復していました。そんな木星船団の指揮官にして天才パプテマス・シロッコは航行中のジュピトリス内で独自の理論に基づいたモビルスーツ開発を行っていました。そして宇宙世紀0087エウーゴとティターンズがグリプス戦役と呼ばれる戦いを繰り広げる中、地球圏へ帰還したシロッコはジュピトリスで開発したメッサーラで戦線へ参加し、その後パラスアテネ、ボリノークサマーン、ジオという3機でのチーム運用を前提とした機体を開発しました。こうしてシロッコは世界を手中に収めるべく暗躍し、グリプス戦役終盤ではジオに登場して戦いを繰り広げますが、くしくもカミーユリ団のゼータガンダムに敗れ、その命を切らせました。そんなシロッコは戦争終結後の世界は女性が統治するべきと考えていたため、戦後の象徴として統治する女性が登場するモビルスーツタイタニアの設計を行い、それと同時にタイタニアと並びシロッコ自身が登場する機体オーベロンの設計も行っていましたが、世界統治を前に死亡したため制作は実現しませんでした。しかしオーベロンはアナハイムエレクトロニクスによって密かに開発が進められていくことになります。そして時は宇宙世紀0089、サイド2で暮らす高校生の少年マシロオークスはインターネットの動画サイトにレトロゲームのスーパープレイ動画を投稿するも、父親トニオ・オークスからは大勢の者たちにその特技や力を見せつけることはするなと言われる日々を過ごしていました。そんなある日、コロニーの外で死んだはずのハマーン・カーンとその搭乗機リマーテルが率いるネオジオン軍とエウーゴの戦いが勃発します。その戦争に巻き込まれたマシロはコロニーの外壁が崩壊して宇宙へ投げ出され、さらに残骸の破片で刺されてしまいます。どう考えても死んだはずのマシロでしたが、気がつくとなぜか軽傷で済んでいました。その後シロッコを崇拝するアナハイムエレクトロニクス社の人間レイモン・メキネスが現れ、マシロをシャマールやパプテマス・シロッコと呼び連れて行こうとします。そしてこれを怪しいと感じて逃げる先に白いジオが降り立ち、マシロはこれに登場するのでした。ジオの中にはフィオリーナ・フィリーがいましたが、彼女は気絶しており、どう対処すればよいかわからないマシロの前にトニオからの通信が入ります。そしてトニオが射出したコアポッドとドッキングして逃げようとしますが、ジオをダッシュしようとするリマーテルと Z2 が現れました。窮地に瀕したマシロでしたが、謎の力グリプスの呪縛が発動。マシロは2機の挙動を重くして Z2 を投げ飛ばします。そしてアーマーをパージしてその真の姿オーベロンとなり、シロッコを思わせる人格へ変貌するのでした。オーベロンの特徴としては、まずサイコミシステムが搭載されています。シロッコが開発したバイオセンサーのようなもので、作中ではグリモアと呼ばれており、ゼータガンダムがジオを動けなくしたように他のモビルスーツの動きを鈍くすることが可能です。なおこのシステムはコアポッドに搭載されており、コアポッド自体はオーベロンのバックパックでありながら分離して小型戦闘機になることが可能です。コックピットはコアポッドとオーベロンの両方にあるので、本体側はサブコックピットと呼ばれており、ドッキングすることで初めて機体性能や機能をフルに発揮できる段階になります。オーベロンは通常時はフェースガードや頭部アンテナが閉じた状態となっており、コアポッドとドッキングし、オーベロンの守り人であるフィオリーナのタリスマンとリンクして、さらにマシロが登場してグリモアが発動することで初めてリミッターが解除されます。ちなみに作中ではコアポッド側のコックピット内に関しては終盤まで触れられておらず、死んだはずのマシロが生きていた理由がここに存在します。
武装としては、まず、頭部には、バルカン砲が2門内蔵されているほか、両膝部には、各種腕とビームサーベルが搭載されているので、ジオと同じく、ビームサーベルを用いた奇襲攻撃をかけることができます。なお、ビームサーベルは、両膝の各種腕に加え、両前腕部にも装備しています。また、オーベロン専用武装として、ビームショットライフルとシールドを持ちます。シールドは、初登場時には、GP02 を思わせる増加装甲がついていたもので、内部には拡散メガ粒子砲を搭載しています。作中では、グリモア発動時に使用した際、ハイメガキャノン並みの威力を発揮しています。また、シールド先端には、ヒートシザースが内蔵されており、マラサイを切り裂くほどの威力を誇ります。シロッコとして徐々に覚醒するマシロは、オーベロンで、ハマーン相手に、互角以上の戦いを繰り広げた後、アーガマ階級強襲巡洋艦ユーロンの一員になり、自身のコロニーオリンポスを守るため Z2V 型を狩るセイン・アマディオたちと共に戦っていくことになります。ハマーンとの戦いの中で我を忘れシロッコとして覚醒していくマシロでしたが、セインに止められなんとかハマーン撃退に成功しました。その後マシロはユーロンと共に月面都市グラナダへ入り、グリモアの秘密を解析しようとする地球連邦軍に捕らえられますが、レイモンが差し向けた強化人間アリーゼ・マテバとその搭乗機ファーブニルによって助けられました。しかしマシロはアリーゼの誘いを断ったため、ファーブニルの攻撃を受けることとなり、再び窮地に瀕しますが、地下に保管されていたジオの残骸とオーベロンが呼応してグリモアが発動。さらにオーベロンのグリモアに共鳴してファーブニルのグリモアも発動して真の姿となり、白のグリモア対青のグリモアの戦いが繰り広げられるのでした。一時はなんとかその場を脱することができましたが、再び襲撃するファーブニルの機動性の前にコアポッドのスラスターが損傷して危機に瀕します。しかしその時突然戦場に謎のモビルアーマーが現れ、オーベロンを救いました。これがメッサーラグラシュティンとなります。メッサーラグラシュティンはオーベロンの支援用モビルアーマーとなります。外観はメッサーラに近い形状に見えますが、メガライダーの技術を発展して新たに開発された機体です。機体中央にハイパーメガランチャーを搭載しており、オーベロンと連動してエネルギー供給を行うとビームの連射が可能になります。また左右のブースターユニット先端にはメガ粒子砲を搭載しています。作中ではサブフライトシステムのようにオーベロンが登場した姿の第2形態でファーブニルと戦いを繰り広げました。その後マシロはシロッコへ覚醒して一人レイモンの元へ向かったため、マシロを取り戻そうと追いかけるセインと戦うことになります。こうしてオーベロンは再びメッサーラグラシュティンと合体しました。この姿が第3形態となります。第3形態ではメッサーラグラシュティン両側のスラスターユニットがオーベロンのコアポッドに装着され、さらにブースター内の巨大なクローアームが使用可能となります。また残った機種部分は独立したサポートを行うようになっています。作中ではシロッコとして完全に覚醒したマシロは第3形態でセインの Z2V 型 BST 仕様を撃墜しました。そして合流したレイモンと共にシロッコ自身が生前に極秘開発した要塞サイコフレアオルフェウスへ向かい、これを起動するのでした。こうしてサイコフレアで世界を破滅させようとするシロッコに対抗するべくユーロン艦隊は出撃。同じくネオジオンではシロッコを止めようと願うフィオリーナがハマーン曰く付きの機体デルフィニウムを提供し、生きていたセインがこれに登場して戦いへ赴きます。そしてサイコフレアの豪華で全てが焼き払われていく戦場の中、オーベロンは第4形態でデルフィニウムを迎え撃ちました。第4形態はメッサーラグラシュティンの機種部分が変形し、ハイパーメガランチャーとして携行した状態となります。またオーベロンの頭部センサー系が赤く発光しています。この形態では全ての武装が使用可能で、ハイパーメガランチャーを遠隔操作してユーロンを攻撃するなどのトリッキーな戦術も見られました。最終的にデルフィニウムを撃退したオーベロンはリマーテルとファーブニルとの戦いの中で強力なグリプスの呪縛を発動して2機を行動不能に追い込みます。そこにオーベロンを守る存在だったはずのフィリー姉妹が現れ、シロッコを危険と判断し
密かに保管されていたメッサーラで特攻を仕掛け、シロッコの魂がマシロの肉体と共に散りました。しかし、シロッコの残留思念はサイコフレア・オルフェウスに憑依し、かつてカミーユ美談を精神崩壊させた現象を世界へ放射しようとしました。こうしてマシロはシロッコの残留思念とサイコフレアを破壊するべく、新たなモビルスーツフルアーマーオーベロンに登場するのでした。フルアーマーオーベロン、別名アンパサンドガンダムは封印されていた2機目のオーベロンとなります。マシロの父トニオがやがて秘密に迫ろうとマシロを狙う者たちが現れることに備えて開発した機体です。100式の強化プランを流用したフルアーマーを装備しています。武装としては脚部にミサイルポッドを搭載し、背部にはビームキャノン、手持ち兵装としてロングメガバスターを持ちます。胸部にはアイフィールド発生装置が搭載されているので、ビームバリアで防御することも可能なほか、中央にハイメガキャノンを搭載しています。作中では死者の思念を取り込んで強力なハイメガキャノンを放ち、サイコフレアを破壊することに成功します。しかしシロッコ復活を目論み、サイコフレアを開発したクランにフィオリーナをさらわれ、現れたタイタニア2との最後の戦いへ向かうのでした。余談ですが、マシロはシロッコのクローンとして生み出された存在なので、死んでもそれはただのコピー体の一つとなっています。そのため序盤では破片に刺されて死亡し、シロッコに完全に精神が支配された第4形態時にはメッサーラにスイカバーをされて再び死亡しましたが、これもコピー体の一つでしかなく、オリジナルの体はオーベロンのコアポッドの中でスリープ状態になっていました。機動戦士ガンダムバルプルギスでは、機動戦士ゼータガンダムと機動戦士ガンダムダブルゼータからつながる世界線が描かれており、戦闘シーンの迫力も素晴らしく、さらに旧来のファン歓喜のオマージュが随所に取り入れられている非常に面白い作品なので、未読の方はぜひ一度読んでみてはいかがでしょうか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。